こんにちは。日本語クラスです。今日は N1、JLPT N1 の文法です。文法の勉強をしようと思います。はい。そうですね。私はオンラインクラスを開いています。そこの、クラスの中で教えていることを、YouTube でも少しだけシェアしようと思います。シェアは英語のシェアですね。皆さんに共有一緒にねしようと思います。はい。で全部はもちろん教えられないのですが、もしね続きをもっと勉強したいという人はぜひクラスに入ってみてください。まだ時間が試験までありますのでクラスもまだ入れますし、はい、よかったらね来てください。そしてクラスはビデオレッスンです。今開いているクラスはビデオで自分で勉強できるので、時間がある時に皆さんビデオを見て勉強する、はい、ですのでまだ大丈夫です。入れますよ。クラスについてはまた後で説明するとして、勉強を始めようと思います。ですね、こちらで見られるように、JLPT-N1 文法です。その中で2つ分かれていて、N2 レベルの接続詞と読みます。これ接続詞 conjunctions ですと、 N1 レベルの接続詞 conjunctions と書いてある。どうして N2 ってね思いますよね。はい、このまず接続詞というのは皆さんがよく知っているのはそしてとかでもしかしとかだからとか、それですね。そういうのが接続詞です。はい。これがですねN1 の文法のテストの中によく出ます。はい。文法の試験は、N1 も N2 もですが、文法は3つ種類がありますよね。大きくセクションが3つありますね。1つは1234から1つ選びなさいがだいたい10個問題出ます。でもう1つは1234順番の並べ替えてくださいという問題出ますよね。で最後が文章コンテクストの中に言葉を入れるというテストですよね。はい、でこの接続詞はよくこの一番最初のセクションに出てきやすいです。はい、でここの最初のセクションはだいたい10問くらいなんですが、その中で1問出るんですよ。10分の1出る。はい、10% 出るんですね。これはできれば得点ポイントが取れますね。ということは接続詞を勉強しておくととてもいいということです。はい、そしてこの接続詞の問題が実はですね N1 レベルの接続詞が問題に出るだけではなくて N2 レベルの接続詞の問題も N1 なんです。でも N2 のテストのことが出るんです。はい、そのくらい接続詞は難しい。はい、そして、N2 のレベルの接続詞と言われているけど、それも難しいですね。N2 レベルなんだけど十分難しい、はい、というのが N1 でも出やすいです。はい、全部が N2 じゃないんですけど、そうですので N2 の接続詞も復習して、そして N1 の接続詞ももちろん勉強することが大事です。はい、で、接続詞だけを意味だけ例えば翻訳で英語でとか自分の国の言葉で覚えておいてもいいんですが、話を読んでそこに入れるんですね。で話が結構やっぱり難しいです N1 だと。でなんかどれか全然わかんないみたいな、翻訳だと同じなのに、例えば皆さんがよく知ってるのはデモとしかしは英語だとほとんど同じ訳ですよね。翻訳同じ but とか書いてありますが、使い方違うんですよ。あれだってルールがあります。はい、ルールというかこういう時使いやすい、こういう時使わないありますね。でそれがしっかり分かっていないと
テストの時に選べません。はい、今みたいなでもとしかしはとても簡単だから、どうやって使えばいいかはだいたい今みんな分かってると思います。 L1 レベルまで来てる人は。ですがもっと難しい接続詞でとても似てるけど、いつ使うのというのがね分からないと翻訳で覚えていてもできません。はい、なのでそこが難しいところなので、こういう時使いやすいですよというのを私のクラスで、例を出しながら教えています。はい、ということで、今日は YouTube の皆さんにはこの N2 レベルの接続詞復習になりますが、こちらの方の中から、紹介しようと思います。はい、こちらはですねだいたい9個難しいものを選んで、ビデオでは私のクラスの方のビデオでは教えてます。はい、N1 はね12個ですね。はい、とても重いです。この内容は重い、難しいからはい、はい、じゃあ、ここの中からね、紹介します。この中でまずじゃあ今日は2つ紹介しようと思います。はい、これですね。ただと最もです。見たことあるよってね、知ってるよ。ただってあれでしょ、お金かかりません、無料ですのただですかと思った人、それもありますよね。でもそれは接続詞じゃありません。無料ですのただは違います。あれは接続詞じゃないです。ただというのはこれ接続詞のただというのがあるんです。はい、何でしょう、どうやって使う。あと最も、こっち最もも見たことあるな、ね、という人、一つ皆さんよく知ってるのはあれですよ、JLPT の問題に書いてある次の ABCD の中から最も良い答えを一つ選びなさい。最も、あれです。これ最も、あれは接続詞？違います。あれは接続詞じゃないです。はい、最もも別の意味で接続詞があります。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあただからいきますね。ただって何ですかと。はい、これは無料ですのただじゃないです。例えばこれです。字が大きすぎますね。これでいいですね。はい、ただは例えばこれ。はい、性格は変えられないこともないです。ただかなり時間がかかります。はい、この時のただ、これ無料ですのただじゃないですよね。違いますよね。どういう意味でしょうか。ただ、なんだただってはい、意味、性格、キャラクターですね。私の性格、とてもうるさいですとかね、元気が良すぎますとか、はい、例えばですよ、例です。いろんな性格がありますね。性格は変えられないこともないです。だから変えることができないわけではないです。変えること絶対できないじゃなくて、10%、20% くらいできる人もいますよ。そういう意味ですよね。変えられないこともないです。できる時もあります。そういう意味です。ただかなり時間がかかります。かなりはとてもですね。とても時間がかかります。はい。ここで使うただの意味はこれですね。長いですね。ただ B だと、ここの B というのは A の内容に、ここです。A で話したことに軽くでいいんです。ちょっとだけ気に留めておきたいことを言います。気に留めておくって何ですか？気に留めておく。これは言葉難しいですね。気に留めておくというのはちょっと注意しておく。忘れないでおくことです。はい。忘れないでくださいね。こういうことあるんですよとちょっと言うことです。気に留めておく。だから、
これさっきの性格は変えられないわけではないですよ。できますよ。みんなできますとか簡単ですじゃないけど、で絶対できませんじゃない。できる時も、あります。時々できます。頑張ればできますと。ですがちょっと忘れないでください。忘れないでくださいね。性格変えるのはとても時間かかるんですよ。それ忘れないでくださいね。ということです。はい。忘れないで、ね、気をつけて。それです。気に留めておきたいこと。そういう時にただと言います。はい。例えばこれもです。忘れないでねという意味ですよ。ただいきます。使い方です。例です。一緒にお買い物に行ってもいいよ。ただおとなしくしててね。何ですかこれ。ただ、さっきと意味は同じです。無料ですのただじゃないです。忘れないでねの意味です。この話、誰が誰に言いますか？一緒にお買い物に行ってもいいよ、いいよと言ってますから、これはビジネスで使う、仕事で使う日本語じゃないですね。友達とか家族に使う言い方ですよね。いいよ、おとなしくしててね。おとなしく、これは大人、子供の大人ですよね。そうですそうです。これおとなしくというのは、これちょっと言葉あまり知らない人もいるかもしれません。おとなしくというのは静かに静かにしてね、静かにしてね、走ったり泣いたりギヤーしないでね、そういう意味です。おとなしくしましょう。さあ、誰が誰に言いますかこれ。そうです。お母さんとかお父さんとかが誰に言います？子供に言います。子供に言います。はい。子供が言いました。子供がまだ小さいんです。5歳とか4歳とか3歳とか。はい。お母さん、ママってね。ママ、僕も一緒にデパート行きたい、ね、それお母さん、困った。そうね。一緒に行ってもいいんだけど、一緒に行くとこの子はうるさい。デパート走ったり、あれが欲しいこれが欲しいって泣いたりとかうるさい。だからどうしようかな、連れてくか連れて行かないかどうしようという時、お母さん思います。子供に言いますね。一緒にお母さんとお買い物に行ってもいいよ。お買い物の「お」はこれ丁寧な綺麗な日本語です。お買い物って言います。綺麗な日本語。女の人が使うことが多いです。お買い物、綺麗な優しい綺麗な日本語。お買い物行ってもいいよ。ただね、ただあなたおとなしくしててねと言ったら、静かにしててね。お買い物行ってデパート行って泣いたり走ったりしないでねと言ってます。だからここのただはさっきと同じですね。ただは気に留めておきたい。忘れないで。行ってもいいよ。一緒に買い物行ってもいいよ。だけどこれだけは忘れないで。これちょっと忘れないでね。ただちょっと走ったりしないで、泣いたりしないで、おとなしくしてね。これです。はい。なのでただっていうのはちょっと言いたい、軽く言いたい A のことに軽くもうちょっと言っておきたい、注意しておきたいことです。ただってやっぱりイメージちょっと優しいです。ただってね、ただちょっと忘れないでねなります。はい、そうやって使います。これはただはでも N になんですよね。ちょっと難しいですよね、使い方ね。はい、もう一個、最も。さあ最もは何だ。接続詞の最もは何かというと、これです。例がいくつかあるんですが、先にこっちの例を先にね見せますね。6歳からバイオリンを習っています。最も
独学ですけど、なんだこれ。ちょっと先に言っておきますよ。最もはみんなが知ってるABCD の中から最も良いものを一つ選んでください。最も漢字はこれです。皆さんがよく使う、よく読んでるのはこれ。最も、一番の意味、一番いい答えを選んでくださいですよね。あれ最もこれですね。でも接続詞の最もはこれじゃない。一番の意味じゃないです。全然違います。これです。一番の意味じゃないです。もう一度読みます。6歳からバイオリンを習っています。バイオリンはあれですね、これね、楽器ですね。ピアノとかバイオリンとかギターとかのバイオリン習っています。独学です。独学は一人で勉強する、学ぶ。そうです。だから自分で勉強したんです。バイオリンを先生に教えてもらいましたじゃないです。最初から全部自分で勉強した、YouTube 見ながらとか、何かビデオ見ながら、本読みながらとかかもしれません。自分で勉強すること、一人で、先生いない。それが独学です。はい、皆さんもね、日本語の勉強独学の人も YouTube 見てる人は多いと思います。はいね、そういう時、最も独学ですけど、はい、これ最もはこれです。よいしょ。ちょっといっぱい書いてあるんですが、ここです。ここ見てくださいね。X です。これは×じゃなくて X。ABCDEF の X。アルファベットの X。X 最も Y。これは相手に知っておいてほしいことを言います。Y には相手にちょっとこれはちょっと伝えたい、言いたいインフォメーションですという言いたい時、知っておいてほしいことの時に最もって使います。Y に入るのは例えば何かの理由、事実、本当のこと、条件、例外、エクセプションですね、制限とかが入ります。はい。で、相手に知っておいてほしい。ちょっと、いや、さっきの見ますよ。知っておいてね。独学ですよ。私ね、6歳からバイオリン習ってます。やってます。ここ習っていますじゃなくて、弾いていますでも OK です。はい。いやでもね、上手だと思わないでくださいね。私もう20年くらいもうねやってますけど、上手だと思わないで。いや、ちょっと私の知っておいてほしいこと、あなたに知っておいてほしいこと言いますよ。独学です。自分で勉強したんです。だからそんなに上手じゃないですと言いたいんですね、この人ね。独学ですけどそんなに上手じゃないです。そうで、ここよく見ると習っていますって書いてるから、私が書いたんですけど、これあれですね、YouTube とか見てるんですね。 YouTube とか見て自分でYouTube 見ながら自分で勉強してやったっていう意味だと思います。はい。YouTube から習っている、そういうイメージですね。はい。皆さんもね、私の YouTube、私の日本語クラスの YouTube から習っている、そのイメージです。はい。でも他に先生いないだったら独学です、それは。じゃあこっちもいきますよ。これも最もの例です。はい、いきます。よいしょ。はい。来年はモルディブに行こうと思っています。もっとも1週間以上休みが取れればの話ですが、はい。来年はモルディブに行こうと思っています。モルディブ、YouTube 見てくださってる方は知ってる人多いと思います。モルディブ。日本語の発音だとモルディブです。はい。島ですね。インドとかスリランカの近くにある国なんですが、小さい島がいっぱいあるんですね。で、海がもう周りにいっぱいあるんですけど、とても海が綺麗なところで有名です。はい、モルディブですから、海がとっても綺麗だから世界中から人が
バカンスで休みの時来て、ダイビングしたりこう、ね、ダイビングして魚見たり、ビーチでこうゆっくりしたりはーってねしたりするところがモルディブです。はい、日本人もよく行きたいところの一つです。はい。で、来年は行きたいモルディブに行こうと思っています。もっともこれで最近のねちょっと忘れないでください、あなたに言っておきたいですですよね、相手に忘れないでほしいこと、知っておいてほしいことですよね。知っておいてほしいことがあります。それは1週間以上休みが取れれば行くという話なんです。だから休み取れなかったら1週間以上休み取れなかったら行きませんということです。はい。ここモルディブ行って1日で帰ってくるはちょっと早すぎます。つまらないです。はい、もっとゆっくりしたいですから、はい、だから1週間以上休み取れたらと言ってます。はい、だからここ最もの後1週間以上休みが取れればの話ですが、これはさっきの中だと、条件ですね。いや行きたいんです、モルディブ行きたいんです、でもこの条件が OK だったら行きます、そういうことです。はい、じゃあもう一つ例あります。これです。彼は英語と日本語の両方を話せます。もっとも小学生までアメリカにいたから当たり前かもしれませんが、どうですか？わかりました？意味と彼、誰かわかりません。誰かね、山田さんでもいいですよね。あの人山田さんは英語と日本語両方話せます。ペラペラです。とても上手。いやでもちょっと忘れないでくださいね。これです。相手に知っておいてほしいことですね。はい。あの人山田さんは小学生までアメリカに住んでいたんです。だからそうですよね、当たり前です、当然かもしれないですけどね。英語もペラペラなの当然ですね。でお父さんとお母さん日本人だから日本語もペラペラですという時だから、これはそうですね、どれかに大体なると。最もの後は小学生までアメリカにいたから当たり前かも、事実とかでもいいし理由でもいいですよね。ここね、最ものここね。はい、だからここで最もって使って OK なんです。変じゃないです。はい、ちょっと相手に知っておいてほしい、こういう理由がある、こういう事実があるということですね。はい、そういう時使います。で最もは話す時使ってもいいし書く時使ってもいいです。どちらでも大丈夫。はい、ただ接続詞というのはこれは書く時しか使えないとか、使えないわけではないですがその時よく使うとか話す時よく使うとかどちらでもよく使うとかいろいろありますね。はい、その接続詞の性格キャラクターがあります。はい、そうということで、今回はねただと最もを紹介しました。皆さんがちょっと多分私もそうなんですけど、私もね最もって一番の意味と思ったりただって無料の意味ね、これだけ見ると思うんですが接続詞だと意味が全然違いましたね。そう、このようにですね他にも N2 に関してはまだあと全部で9個あと7個私クラスのビデオで説明してますし、N1 レベルの接続詞もあと12個、はい、勉強します。ですのでもっとね勉強したいなという人はぜひクラスに来てみてください。例をもちろん見せながらしますので分かりやすいはずです。はい、そして練習もねこういう文の時はどれが入ると思いますかって練習もしますので、はい、ぜひぜひよかったら来てみてください。
接続詞がわかると文法と読解がわかるようになります。ですから接続詞は大切なんです。この接続詞をもっと勉強しましょう。私のビデオレッスンで勉強できます。N2、N1 の接続詞全部で21個勉強します。そして練習問題もします。ビデオはここから申し込みができます。ビデオを見てたくさん練習してください。テスト勉強頑張ってください。